ロードバイクを最初に購入するときに絶対にやっちゃダメな買い方があります。それは予算が限られているのに本体だけに予算をフルコミットしてしまうことですね。ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。これからロードバイクの購入を考えている方、ロードバイクってすごい高い買い物なので皆さんいろいろ調べますよね。でも実はロードバイク本体を買っただけでは走ることすらできないってご存知でしたか？ロードバイク本体だけではね、実は装備が不足してて他にも揃えないといけない装備っていろいろあるんですね。安全に走るためとか条例を守るためとか、そもそも走るために必要な装備もあります。なのでこういった装備はロードバイクを買うときに一緒に揃えておく必要があるんです。皆さんほとんどの人は僕もそうでしたが予算が限られていると思うので、それを知らずにね、ロードバイク本体だけに予算を全部費やしてしまうと、後からあれもないこれもないなーって困ることになるんですね。それって例えるなら小学生の時に頑張ってお小遣い600円を貯めてマグナムセーバーっていうミニ四駆本体を買ったんだけど、いざ組み立ててみたらモーターと電池がなくて走れないってことに気づいた時と同じぐらいショックを受けますよ。ロードバイクを買った後でトルネードのごとくお金が吹っ飛んでしまいます。そこで今回は意外と見落としがち、ロードバイク本体以外で揃えなければならない装備について紹介していきたいと思います。そして具体的にはどんな商品がおすすめで、動画の最後にはそれを合計すると大体いくらぐらい見ておけばいいのかも紹介していきたいと思います。これからロードバイクを始めたいと考えている方にとって必見の内容となっています。ぜひとも最後までご覧ください。ではまず最初にロードバイク本体以外で必要なアイテムについて全部で何個あるか紹介します。本体以外で必要なアイテムは全部で12個あります。そんなにあるのと思われたかもしれません。意外とね、周辺用品も必要なものって結構あるんですね。この12個っていうのも大きくは4つに分類することができます。その1、そもそも走るために絶対に必要なもの。その2、安全に走るためにはほぼほぼマストで必要なもの。その3、何かトラブルにあった時に必要なもの。そして最後に4つ目は、あった方が絶対に便利な装備。今回紹介する動画の内容はこの4つに分類して1つずつ紹介していきたいと思います。ではまずその1、最初にそもそも走るために絶対に必要なものを紹介します。はい、それはペダルですね。普段ママチャリを買った時ってペダルって普通ついてくるじゃないですか。でもロードバイクって本体を買った時に意外なことに最初からペダルってついてないってことの方が多いんですね。当然ですがペダルがないってことはそもそも走ることができないです。これは絶対に必要です。初めての人だったらこちらの画像のようなフラットペダルだったらだいたい1000円ぐらいで買うことができます。僕はロードバイクを始めていきなりシマノの SPD-SL ペダルっていうビンディングペダルを使い始めたんですけど、それを買ってから本当にね3回ほどリアルにこけました。ロードバイク本体もちょっと傷がついてしまいましたし、車道でこけたので後ろから走ってきた車にリアルにひかれそうになったので、慣れるまではフラットペダルでいいと思います。そして2つ目です。2つ目に必要なものは空気入れですね。ロードバイクのタイヤって空気がすぐ抜けちゃうんですね。だいたい1週間もするとかなり空気がなくなってしまいます。で、空気が抜けてしまうとパンクの原因にもなりますし、そもそもへこんでて走ることすらできなくなってしまいます。なのでロードバイクでは基本的にライドに行くたびに空気を必ず入れますね。その時に毎回わざわざお店に行って空気入れるのってめんどくさすぎるので、空気ぐらいはね自分で入れれるようにしておきましょう。空気入れは絶対に持っておいた方がいいです。1回買えばずーっと使えるので、僕は最初からちょっといいやつを買ってそれをもうずっと3年ぐらい使っていますね。僕が使っているのはレザインというメーカーのフロアポンプってやつです。空気圧が見れてデザインもおしゃれで、空気を入れる部分がネジでバルブと固定することができるのでとても使いやすくて気に入っています。 Amazon で確か6000円ぐらいで購入しました。もっと安いものだと 2,3000 円ぐらいでも買うことができるので、この辺は予算に合わせて選んでみてください。ちなみに今回紹介した商品は全て概要欄にリンクを載せておきます。よかったら参考にしてみてください。はい、以上がそもそも走る上で絶対に必要な装備でした。では続いてここからは安全上絶対に持っておいた方がいい装備について紹介します。全部で3つあります。まず1つ目、それはヘルメットですね。もしかするとヘルメットの見た目になんか抵抗があるっていう人もいるかもしれません。僕もロードバイクを始めるときってヘルメットなんて正直いるんかなって思ってました。ですがヘルメットは絶対にあった方がいいです。これは断言できます。
ロードバイクって初心者でも普段運動していないような人でもちょっとペダルを踏めば30キロとかね、普通に速度が出るんですね。その時にヘルメットなしでこけたらやばいと思いませんか？ 30 キロっていうスピードはもはや原付と同じぐらいの速度なので、原付でこけたらやばいっていうのと同じですね。特に初心者のうちはなおさらまだロードバイクのバランス感覚に慣れていないので、ロードバイク人生の中で一番こける確率が高いと思うので、初心者こそヘルメットはした方がいいと思います。ヘルメットはサイズが人によっていろいろ違うので、ぜひともショップに行ってみて実際に被ってみてください。個人的なおすすめのブランドとしては OGK カブトとかカスクとかレーザーっていうブランドが結構ね、コスパも良くて日本人に合いやすいデザインなのでおすすめです。ちなみに OGK のものだとだいたい6300円ぐらいで買うことができます。はい、続いてどんどんいきます。安全に走る上で必要な装備2つ目、それはライトですね。ライトって意外かもしれませんが、場所によっては条例で点灯が義務付けられています。条例を守るためにっていうのも一応あるんですけど、ロードバイクって先ほども紹介したように結構スピードが出るんですね。それに軽車両になるので歩道ではなくて車道を走ることになります。ぶっちゃけバイクと同じような扱いになります。車道を走る以上、自分の位置を周りの車とか他の人にアピールして自分の存在を示した方が絶対安全だと思うので、ライトはね持っておいた方がいいです。特に通勤とか通学にも使いたいよっていう人、そういう人は夜も走ることになると思うので、早い段階で揃えておきたいところです。ライトで人気なのはキャットアイのボルトシリーズが結構定番で人気なんですけど、個人的にはこちらの写真にあるようなボントレガーっていうメーカーのフレア R シティっていうライトセットが小さくて軽いのに明るくて、しかもバッテリー充電式なので非常におすすめです。金額は前後セットで1万500円ぐらいするのでちょっと高いんですけど、満足度はめちゃくちゃ高いです。ライトはね結構ピンキリでもっと安いものはいくらでもありますので、この辺も予算に合わせてみてください。はい、では続いて3つ目です。3つ目はベルですね。これはもしかするとロードバイク本体についてくるっていう場合もあるかもしれません。ベルなんてほぼほぼ鳴らすことってそんなにないんですけど、これは条例でつけることになっているので必要ですね。ですがもしついていなかった場合は別途購入する必要があります。で、どうせ買うんだったらこの写真にあるようなノグっていうメーカーのオイっていうベルが結構ね見た目もかっこよくて音もすごく綺麗なのでおすすめですね。金額はだいたい2500円ぐらいで買えます。はい、以上が安全に走る上で絶対に必要なものたちでした。これ買っとけばね絶対安全っていうわけでは全然ないんですけども、逆にこれないとめっちゃ危険なのでこれは揃えておきましょう。では続いて何かトラブルにあった時用に揃えておきたい装備について紹介します。こちらは全部で4つあります。まず1つ目は替えのチューブですね。ロードバイクって結構ねすぐパンクするんですよ。で、パンクした時に公道でパンク修理をする必要があるんですね。その時にこの替えのチューブが必要となります。なのでこれは必ず常備しておきたいところです。おすすめ商品としてはこちらの写真のようなパナレーサーのものがコンパクトで軽い割にパンクもちょっとしにくいかなと思うので、こちらがまずはおすすめだと思います。金額は1個1355円となります。そしてさらにチューブ交換したらそこで終わりじゃなくて、そこに空気を入れないといけないですよね。なので同時に空気入れも必要です。そこで2つ目に必要なもの、それは携帯ポンプですね。これも一緒に揃えておきましょう。携帯ポンプもパナレーサーのものが小さくて軽くて持ち運びに便利なのでおすすめです。基本的にね、ロードバイクの装備って絶対小さい方が正義なんですよ。重たいものはね、持ち歩くのも大変ですので、軽くて小さいものがやっぱり使いやすいです。こちらのパナレーサーのものは価格は2900円になります。続いて3点目に必要なもの、それは携帯工具です。ショップで買った人はね、よっぽどちゃんとメンテナンスされていると思いますが、もしも万が一走っててなんか変な音するなとか、チェーンが切れてしまったみたいなトラブルがあった時に携帯工具があると解決できる場合があります。あんまりこれは出番がない方がいいんですけど、万が一ねトラブルになるっていうのは急に来るので、これは1個持っておいた方が安心ですね。僕は携帯工具はデザインのものを使っています。価格は7920円とちょっと高いんですよ。もっとね普通のトピークとかの携帯工具なら2000円とかで買うこともできます。はい、これまでに紹介したチューブとか携帯工具とか、これをね今度保管しておくものが欲しくなりますよね。そこで必要なもの3つ目にツールケースになります。ここにですね替えのチューブとかタイヤレバーとか、タイヤレバー紹介してなかったですね。
すいません、タイヤレバーもあった方がいいです。これも多分300円ぐらいで買えると思います。あとは携帯工具なんかをこのツールケースに入れておくことによってすっきりとかさばらずにしまっておくことができます。おすすめの商品ですが、僕はリヒトラブっていう黒猫のペンケースを使ってますね。ペンケースっていう感じかもしれませんが、ボトルケージにもジャストフィットするサイズ感で、こちらはシリコンでできているので中身を振ってもガチャガチャしないのと見た目が可愛いっていうのが気に入っています。金額も1200円ぐらいと結構安いので、これはね個人的には買ってよかったかなと思います。そして最後5点目は、このツールケースをロードバイクに固定しておくためのボトルホルダーが必要ですね。こちらは僕はレザインのものを使っています。価格は3000円ぐらい。このボトルケージのいいところはツールケースをしまう場所があるんですね。先ほど紹介したレザインの携帯工具をこんな感じでしまっておくことができます。なのでツールケースの中に携帯工具とチューブを一緒に入れなくて済むんですね。これね、なんでわざわざこんなことしているかっていうと、ゴムでできたチューブの隣に硬い金属の携帯工具を入れておくっていうのが僕は精神的に無理なんですね。それはもうコンドームを財布の小銭入れに入れておくのと同じぐらい怖くて、いざ使おうとしたらゴムに穴が開いていたとか最悪なので、あえて分けています。ボトルホルダーも安いものだと1000円ぐらいで購入することができるので、これも予算に合わせて購入したらいいと思います。では最後に、あったら絶対に便利なアイテムを紹介します。これがあるとサイクリングがめちゃくちゃ快適になるので、最低限持っておいて損はないかと思います。まず1点目はサイクルボトルですね。ロードバイクって乗ってるとすぐ喉乾くんですよ。基本的には走りながら水分補給をすることになると思うんですね。その時にコンビニで売ってるペットボトルとかだと、いちいちキャップ外すのってめんどくさいし危ないですよね。片手で外さないといけないので結構難しいと思います。なのでそういう時にサイクルボトルがあると便利なんです。サイクルボトルはこんな感じで押すと中身が出てくるので、片手で水分補給を完結できるので非常に便利です。むしろこれなしでは走る気になれないぐらいマストで欲しいですね。サイクルボトルはデザインがめちゃめちゃ好み分かれると思うんですが、だいたい1000円から2000円ぐらいで購入することができます。僕はずっとこのケチャップのボトルみたいなサイクルボトルを使ってて1300円ぐらいで購入しました。では最後2点目。2点目はサイクルジャージですね。ロードバイクってね、結構サドル硬いんですよ。なのでママチャリと違って長時間乗ってるとお尻が結構痛くなるんですね。その時にお尻にパッドがついているこのサイクルジャージがあると非常に快適に過ごすことができます。そして上のジャージには背中にポケットがついているので、これがあるとね、背中に財布とか家の鍵とか補給食とかを収納することができるんですね。これは本当にめちゃめちゃ便利ですね。最初はちょっとピチピチした見た目に違和感があるかもしれませんが、すぐ慣れますね。僕も最初見た目が気に入らなくて普段着で走ってたんですけど、今では長距離走ろうと思ったら絶対にサイクルジャージなしでは走る気にならないですね。サイクルジャージはあんまりケチらない方がいいと思いますね。特に下のジャージは価格にかなり依存します。僕はカステリというブランドをよく着てますね。見た目がシンプルでかっこいいのと作りもしっかりしていて、素材感がねすっごいんですよ。定価だとね結構高いんですけど、海外通販を駆使することによってかなり安く買うことができます。例えばイギリスのプロバイクキットっていうサイトだったら、だいたいこのビブショーツが 13,244 円ぐらいで、上のジャージは 7,867 円でちょうど販売されてましたね。はい、以上が全部で12点、最初のうちから揃えておきたいものでした。かなり説明が長くなりましたが、こうして全部比較してみると意外とどれも必要そうなものばかりでしたよね。では最終的には先ほど紹介した装備を揃えようとすると合計でどのぐらいお金がかかるか見ていきましょう。まずは結論から計算してみると 58,295 円という結果になりました。いやー、結構金額かかるよねと思った方が多いと思います。すいません、選んだアイテムがちょっと高くなりすぎたかもしれません。ライトとかボントレガーのいいライトにしてみたりとか、デザインの空気入れとか携帯工具とかカステリのジャージとかね、その辺が結構ね値段が張ったかもしれませんね。この辺は満足度がめちゃくちゃ高かったんで紹介させてもらったんですけど、いきなり最初からこれじゃないとダメってことは全然ないと思うので、この辺を最初は少し予算を抑えてみれば5万円前半ぐらいでも下がると思います。ただね、それでもさすがにそこまではきついな、もっと価格を抑えたいと思った方は
以前こちらの動画で小物類を激安で購入する方法なんかも紹介しているので、よかったら参考にしてみてください。はい、最後まとめると、ロードバイク本体を買うときは予算マイナス5、6万円ぐらいで考えておいた方がいいよっていうお話でした。このチャンネルではこのようにロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介やロードバイクのパーツを安く買う方法、そしてチャンネル登録いただきますと期間限定のタイムセールの情報なんかを通知を受け取ることができます。よかったらチャンネル登録と高評価いただけると大変嬉しいです。本日の動画が少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。